皆さんこんにちは。土地探しからの家づくり専門店八谷のマーケ担当です。今回ご紹介するのは敷地面積45坪、延べ床面積31坪、白色と真鍮でまとめた土間リビングとアトリエのあるお家です。まずは外観から見ていきます。外壁には真っ白さが綺麗な漆喰を使用し、ファサードは窓とシルバーのガルバリウムを組み合わせ、デザイン性のあるおしゃれな仕上がりになっています。アプローチ部分にはスロープを設けてあるため、自転車も上がりやすくなっています。軒天にはアクセントにおしゃれな板張りも施しました。玄関ポーチ部分のモルタルはリビングの吐き出し窓まで続いています。それでは中に入っていきましょう。玄関はあえて斜めに設計されています。斜めにしたことで玄関扉を開けた時に左右どちらも見渡せるため、空間を広く見せる効果があります。玄関入ってすぐ左側にあるスイッチプレートはお施主様ご希望の真鍮。真っ白な壁にこの真鍮のスイッチプレートが一つあるだけでも可愛いアクセントになります。斜めの玄関の正面は1畳のシューズクロークです。可動式の棚を5段取り付けました。玄関からリビング側に抜ける土間空間は開放感も抜群。シンプルな真鍮のブラケット照明も可愛いアクセントになっています。土間の突き当たりのステップにもモルタルを使用して土間空間のつながりを演出しました。窓の外側にはオリーブを植えてあります。グリーンを室内に取り込みながら外の空間とのつながりも演出されています。玄関扉のすぐ隣にはストック等がしまえる 0.5 畳の収納を確保。扉は最小限のスペースで済むオレドを採用しました。いつもなら順番通りに次は洗面脱室をご案内しますが、こちら見どころポイントがたくさんあるので今回は最後にご紹介します。お楽しみに。続いても収納スペースです。洗面脱室と近い配置なので普段使いのお洋服を置いておくのに便利な収納になっています。お隣はトイレです。お家の雰囲気と合わせて棚や壁を白色で統一してあります。クッションフロアは石目調で爽やかに。ペーパーホルダーやタオルラックはシルバーにしてシンプルにバランスよく仕上げました。土間から続くリビングダイニングは白の空間を演出するためにエイジング加工を施した床材を採用。北側道路の敷地で南側には5メートルの擁壁があるため1階が暗くなってしまう心配がありましたが、リビングに吹き抜けを設けて窓配置を工夫することで開放感はもちろん最高的にも問題のないリビングダイニングになっています。吹き抜け部分にはシンプルでおしゃれな照明も取り付けました。こちらのお家の家具はほとんどがお施主様の以前のお住まいからの持ち込み家具です。その家具たちが収まるよう設計がされています。5畳のキッチンは土足で歩く土間から一段上がった土間空間。白色で統一するため
腰壁と柱は白色に塗装して仕上げました。以前のお住まいで使用していたお気に入りのカップボードに合わせて、キッチン扉は木目調をチョイス。天板は奥様こだわりのステンレスのバイブレーション仕上げ。ランダムな研磨模様がついているため、傷がついても目立ちにくく、マットで落ち着いた雰囲気を醸し出しています。キッチン横にも真鍮のスイッチプレートが取り付けられています。ダイニング後方階段下スペースには、共働きのご夫婦のために室内干しができるスペースを確保しました。普段はロールスクリーンで仕切って生活感を隠しておけます。奥には階段下のデッドスペースを活用した収納も。奥行きがあるので収納力も抜群で、季節物などをしまっておけます。リビング土間にある大きな掃き出し窓からは、玄関ポーチから伸びるモルタルの外空間に出られるようになっているので、カーテンを開けると室内の土間空間が外まで伸びているような感覚になり、さらに開放感を感じることができます。階段の木材にはホワイトオイルで塗装を施し、アイアン手すりも白色を使用して白の空間を演出しています。階段途中には本棚が取り付けられていて、白色の空間に雑誌の色味がアクセントになっています。実はこの本棚、隠し扉なんです。扉の向こうには漫画がたっぷり並んだご主人の秘密基地が広がっています。ちょうどいい広さと天井の低さで秘密基地感が増して、とってもワクワクするスペースでした。さらに階段を上がると奥様のアトリエスペースが広がっています。こちらには壁を設けず、吹き抜けからのつながりもあることで、開放感のある明るい空間になっています。廊下とアトリエを仕切る6本の柱は吹き抜けからの光を受けて陰影を映し出し、美術館のような幻想的な空間を演出しながら開放感を損なわない効果もあります。中には奥様制作中の大きな絵が立てかけられていました。ご趣味もインテリアの一部になっていて素敵な空間でした。照明は空間の雰囲気に合うシンプルでおしゃれなものをコーディネーターチョイスで取り付けてあります。階段を上がって左側には収納スペースを配置。下にスキップフロアがある分、一部床が上がっています。2階の扉とハンドルはすべて白で統一していますが、トイレだけはハンドルをシルバーにして差別化しています。天井は屋根形状に合わせた勾配天井に。天井高は1800と少し低めですが、ご夫婦の身長も計算に入れて設計されています。クッションフロアや小物は1階と同じもので統一しています。続いては主寝室です。シンプルながら雰囲気があって個人的に好きな空間でした。
3.5 畳の大容量ウォークインクローゼットも併設されていて、持ち込みのラックが収まるよう薄壁の位置を調整して設計されています。2階最後のお部屋は子供部屋。広さは5畳で、1畳のクローゼットが作り付けで設けられています。では最後に洗面脱室をご案内します。洗面脱室はこのお家の中で唯一木の扉になっています。奥様こだわりの真鍮の取っ手がマッチしていてとっても可愛いんです。他のお部屋を木の扉にして真鍮の取っ手を合わせることも考えましたが、洗面脱室に使うことでリビングから見た時に木の色味が空間のアクセントになって扉が一番映えるという結論になりました。ガラスには水流のような模様が可愛いアルトドイッチェという種類のものを使用。こちらは奥様こだわりのガラスです。お家全体に色味がない分、このお部屋には色を使用して空間を差別化しています。脱室なので扉の内側にはカーテンレールを取り付けて室内が隠れるよう工夫しました。洗面ボウルにはお施主様ご希望のイメージから TOTO の実験用シンクを採用。配管もむき出しにしてインダストリアルテイストを演出しています。壁吸水による内部の断熱材の傷みを防ぐために壁をふかし、その壁に貼り付けられた光沢のある石目調のタイルがおしゃれなアクセントになっています。床にはヨーロピアン柄のブルーのクッションフロアを採用。色ムラが可愛くタイルのような立体感があります。洗濯機スペースの上部には洗剤やタオルが置ける棚を造作で取り付けました。最後はお風呂になります。白色で統一して床には淡いグレーのタイルを使用しました。清潔感のある明るい空間に仕上がっています。はい、これでこちらのお家のご案内は以上になります。今回ご案内したお家は延べ床31坪の白色と真鍮でまとめた土間リビングとアトリエのあるお家でした。最後まで見てくださった方ありがとうございます。高評価とチャンネル登録もぜひお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。